エレベーターの監視カメラに映った不可解な動きをする女性。彼女はこの後、ビルの屋上の貯水タンクで動かぬ状態で発見される。一体彼女の身に何が？はいどうも、アルゴメトリーのケンちゃんとやみやみこです。どういうテンションそれ？どう？ケンちゃん、今日私なんか違うのわかる？というわけで今回は、未解決事件シリーズです。違うのわかる？今回はですね、エリサラム事件という非常に有名な事件を取り上げます。この事件はですね、警察が公開したある一本の動画によって様々な憶測を生み出したんです。今回はですね、実話ということもあり、非常にショッキングな内容も含んでいます。ご視聴の際には十分お気をつけください。逃げちゃダメよ。アメリカ・ロサンゼルスを揺るがした女子大生エリサラムの奇妙な映像。この不可解な映像が物語る事件の真相とは？女子大生エリサラム。2013年2月19日に起きたこの事件の被害者は香港出身の女子大生エリサ・ラム、当時21歳でした。エリサ・ラムはカナダブリティッシュコロンビア大学の学生でした。事件が起こる半年ほど前の2012年頃、彼女は大学の単位を落としてしまい、かなり落ち込んだ様子を自身の SNS であるタンブラーに記していました。また、彼女のタンブラーには、私が人生の時間を無駄に食いつぶしているという考えから逃れることができないという一文があります。この一文は映画ファイトクラブの原作でも知られるチャック・パラニュークの小説から引用されたものでした。2013年1月、エリサは鉄道や都市間バスを利用してロサンゼルスに旅行に出かけます。1月26日にロサンゼルスに到着すると、2日後の1月28日にロサンゼルス内のホテル、セシルホテルにチェックインしました。当初、ホテルの5階にある共同部屋にいたのですが、同室の宿泊者がエリサの寄港に対してホテルに苦情を申し立て、エリサは別室に移動させられてしまいます。エリサの失踪。エリサは旅行の間、ブリティッシュコロンビア州にいる両親に毎日連絡を取っていました。2013年1月31日にセシルホテルをチェックアウトしてサンタクルーズへ行く予定でした。しかしその日、両親にはエリサからの連絡がなく、両親はロサンゼルス市警に通報したんです。その日にエリサを目撃したホテルの職員によると、エリサは一人でいたと述べていました。また、その日にホテルの外でエリサを目撃したという書店の女性は、彼女は社交的な性格でとても活発でフレンドリーでした。買おうとしていた本についての話や、買おうとしていたものが旅行で持ち運んで回るのに重くなりすぎないかどうかという話をしていましたと語っており、特に気になる様子はなかったと言います。ロサンゼルス市警はセシルホテルのエリサが泊まっていた部屋を捜索し、警察犬に建物を探らせました。屋上も探したんですけど、結局見つかることはありませんでした。そしてエリサが最後に目撃されてから1週間が経過した2013年2月6日、ロサンゼルス市警察はもっと多くの協力が必要だと考え、エリサの写真を載せたチラシを近隣へ配布し、インターネットにも掲載しました。しかしエリサの痕跡が見つからないまま、さらに1週間が経過。ロサンゼルス市警察の大捜索にもかかわらず、依然として手がかりはなく、捜査は難航してしまいました。それと同時にセシルホテルでは奇妙なことにホテルの客から水が出にくいという苦情が殺到し始めていたんです。また、水の色が黒く変色し異常な味がしたと主張する客もいました。2013年2月19日、このことを不審に思ったホテルの従業員が屋上に設置されている貯水タンクの蓋を開け、中を調べてみると、そこにはエリサラムの死体があったんです。実はこの死体が発見される4日前の2013年2月15日、ロサンゼルス市警察が公開したある一本の動画によって、このエリサラム事件はロサンゼルス中を震撼させていました。というのも、2月1日にセシルホテルのエレベーター内の監視カメラに映っているエリサラムの生前最後の行動があまりに奇妙だったからです。それでは実際の映像をご覧ください。
いやー、いかがでしたでしょうか。なんかすっごい見えてたわね、何があったのかめちゃくちゃ気になるんだけど、これ。いや、そうなんですよ。このエレベーター内のエリサラムの奇妙な行動により様々な憶測を生み出したんです。エリサの持病。エリサラムは双極性障害の疑いがあり、4種類の精神薬を服用していました。彼女が精神病の傾向にあることは家族以外には一切伏せられていましたが、自殺未遂はこれまで一度もしていなかったと述べており、事件との関連性は不明です。他殺の可能性。検視の結果、エリサラムの死因は溺死とされたのですが、もし他殺だとすれば、エリサラムが自分でホテルの屋上まで行き、わざわざタンクの蓋を開けて自分で中に入った上で服を脱いで全裸で溺死したということになります。検視では最終的にエリさんの死体はレイプなどの暴行を受けた兆候もなく、自殺であるという証拠も発見されなかったのです。また麻薬の残留も全くなく、鎮痛剤の残留物とごく微量のアルコール反応がありました。しかしそれは事件と直接の関係はないと判断されてしまったんです。結局ロサンゼルス市警察はエリサラム事件を不可解な事故死と断定し、捜査を打ち切ってしまったんです。いや、あんな怯えてたのに事故死なわけないじゃない。いや、そうなんです。それがこの事件の不自然な点なんです。いくつもの不可解な点。屋上への侵入と貯水タンク。エリサラムの発見時、ホテルの屋上の扉には鍵がかかっていました。そしてその鍵を持っているのはホテルの従業員だけだったのです。なので事件当初はどのようにして鍵のかかった屋上までエリサがたどり着いたのかという点であらゆる議論がなされました。しかし実際には14階から屋上につながる非常階段を使えばセンサーや鍵などの障害がなく、簡単に屋上に行けることが判明しています。また次に浮上した疑問として、エリサが屋上まで何とか行けたとしても、非常に重いタンクの蓋を女性であるエリサがたった一人で開けるのは不可能だということです。また発見時、貯水タンクの蓋は閉まっていたんです。内側からは閉められるはずもないので、エリサラム自身が閉めたということは考えられないとすると、一体誰がこの貯水タンクの蓋を閉めたのでしょうか。エレベーターのボタン。エレベーターに登場後すぐにボタンを押すというこの行為、なぜエリサラムがこのような行動をとったのでしょうか。実はエリサが押しているこのボタンなんですけれども、すべて真ん中の列のボタンなんです。この列には14、10、7、4、M、B、ホールドドアのボタンがあるんです。このホールドドアボタンは荷物の運搬などの際にドアを開けておくために使用するボタンで、業者ではない一般人が通常は使用することのないボタンです。セシルホテルのホールドドアボタンの場合は2分間ドアが開き続ける仕様になっています。しかし奇妙なことに、エリサが押していた真ん中の列にはこの日エリサが宿泊していた5階が含まれていなかったんです。そう、エリサはそもそも自分の泊まっている階に戻ろうとすらしていなかったんです。エレベーターの外にいる誰か。この映像を見てください。まるでエリサラムはエレベーターの外にいる誰かに話しかけているように見えます。そしてここです。誰かに手を振っているようにも見えるんです。もし誰かがそこにいるとするならば、一体誰だったのでしょうか。他にも動画のタイムゲージが不自然にぼかされていたりと不可解な点が多いこの動画。エリサは事故死なのか、それとも他殺だったのか。私はね、自殺だと思うわ。なんでですか。小学校の頃に水泳の授業に参加できなかった過去があると私は推理するのね。だから貯水池に飛び込んで、貯水タンクの中で水泳しようとしたんじゃない？やばっ8年前突如として謎の失踪を遂げた少年ティモシー・ピッツェン。それから8年経った今年、突如としてティモシーの名を名乗る男が出現。果たして彼は本当にティモシー・ピッツェン本人なのか。